どうもビースパイスインクです。今回はエビと鶏肉のココナッツカレーです。エビと鶏肉のダブルの旨味にココナッツカレーのマイルドな香りや味わい、そこにカルダモンやフェンネルなどの爽やかな香りを重ねたカレーです。お店の方でも出していたんですが、なかなか好評をいただいていたので、ぜひ作ってみてほしいおすすめのカレーです。では調理の方に入ります。玉ねぎはいつも通りみじん切りにしておいて、エビの下処理を行います。まずはエビの背の方にハサミで切れ目を入れていきます。切れ目を入れたらエビから殻を外していきます。この殻が取れた時の瞬間のつるんって感じが気持ちよくて好きです。殻が全部外れたらエビの背わたを取っていきます。ハサミで殻に切れ目を入れた時に一緒に背も空いているので、あとは指で背わたを取っていくだけです。これもかなり太いやつが取れるとやりがいを感じて楽しいです。エビの殻が剥けたら、殻からエビの香りと出汁を取り出す作業をします。フライパンに、さっき剥いたエビの殻を加えます。そして弱火で着火します。着火したら蓋をして殻が赤く色づいてくるまで加熱します。赤く色づいてきたらこのままパリッと香ばしい音がするようになるまで殻入りしていきます。ここでしっかり殻入りしてあげると香ばしいエビの香りが出てくるので、仕上げのカレーの時のエビ感がアップします。で、しっかりとエビの香ばしい香りがしてきてパリッとしてきたら、ここで水を加えます。今日は量が少ないんで、いつものエビカレーよりはそんなに出汁も出ないと思いますが、やっぱりこれやるとそれだけ美味しくなります。煮込み終わったら殻をこします。で、ここにざるを挟みながら流していきます。黄色のエビの出汁が取れました。で、今回はやってないんですけれども、ざるの上にキッチンシートを挟んであげて、その上からこしてあげるとより丁寧です。結構エビの殻の小さい破片とかがざるの網だと結構通っちゃったりするので、より丁寧に作るときはキッチンペーパーを挟んでください。次はフライパンに油を引いてホールスパイスをテンパリングしていきます。今日使うホールスパイスは、カルダモンとシナモンとあとクミンです。クミンは火が入りやすくて香りがすぐ出てくるので後から加えます。ではシナモンとカルダモンを加えたら弱火で着火します。中からじっくり香りを引き出していきます。カルダモンは油に加える前にあらかじめ割れ目を入れておくと香りがよく出るのでおすすめです。いい感じにカルダモンが膨れてきて香りもだいぶ立ってきたので、ここでクミンを加えます。すぐに香りが立つので焦げる前に玉ねぎを加えます。めちゃくちゃいい香りがしてます。僕のやり方としては基本あまり触らずにこのまま焼き目をつけていくっていう形で、焦げそうになったら時折水を足しながら少しずつ飴色にしていきます。
いい感じに茶色くなってきたので、ここでニンニクと生姜を加えます。ニンニクと生姜はできれば生のものをすりおろして使いたいですけども、結構大変なのでチューブでも全然大丈夫です。青臭い香りがなくなるまで炒めます。ニンニクと生姜がしっかりと炒まってきたら、ここでトマト缶を加えます。しっかりと水分がなくなるまで炒めていきます。油がにじむぐらいしっかりと炒まってきたらいい感じなので、一度火を切ります。そしたらここでパウダースパイスと塩を加えます。加えたら弱火をつけて粉気がなくなるまで全体を混ぜていきます。今回使ったパウダースパイスは、コリアンダー、ブラックペッパー、カイエンペッパー、カルダモンと、フェンネルです。フェンネルとカルダモンとココナッツミルクを合わせた香りが結構好みの香りです。パウダースパイスのいい香りが立ってきたら、ここで鶏肉を加えます。全体をあえていきます。鶏肉の表面が白っぽくなってきたら、ここでさっき取ったエビの出汁を加えます。エビと鶏のダブル出汁なんで絶対美味しいです。ここは沸くまでは強火にしても大丈夫です。沸いてきたら弱火にして蓋をして15分煮込みます。煮込み終わったら、ここにエビとココナッツミルクを加えます。エビは火が入りすぎると硬くなるので、一度沸騰したら1分ほど煮込みます。煮込み終わったら味見をして塩で調味します。では盛り付けていきます。仕上げにカスリメティ、セルフィーユ、ブラックペッパーをかけて完成です。いただきます。今回も美味しいカレーができました。エビはプリップリの食感に仕上がっていて、しっかり風味も感じます。エビの食感を残すためにあまり煮込まないので、その分殻からエビの風味を補う感じです。今回みたいにエビの下処理は最初にハサミで背に切れ目を入れる方法だと、指でエビの殻を剥いて痛くなる悩みもないし、背わたも取りやすいのでおすすめです。スパイスの爽やかな風味もいい感じに香ってきます。シナモンやカルダモンなどの大きいホールスパイスは出来上がった時か食べながら取り除きます。カルダモンの周りの皮の部分は食べられないですが、中の種の部分は噛んだ時にすんごい爽やかな香りがするので僕は好きです。よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。